皆さんこんにちは。半分ミニマリストのおでこです。40年以上この世で生きてきた私ですが、そのほとんどを浪費家として過ごしてきました。そんな私がミニマルライフに目覚めて、浪費家を卒業できたのはほんの数年前です。まだまだよちよち歩きの私ですが、今回の動画では散財防止のためにやってきたことを4つご紹介します。散財をやめるまでにやったこと、1つ目は捨て活です。お金持ちの家は物が少ない。この言葉が妙に腑に落ちた私は、まずは捨て活に挑戦しました。最初に取り掛かったのはクローゼットです。買ってから2、3回しか着ていない服、買ったことで満足しているアクセサリー、一生もののはずだったバッグ。不老不死でないと使い切れないような量になっていました。何をどうしたくて、どうなりたくてこんなに買っていたのか、今となってはわかりませんが、物が減っていくと同時に、どんどん現実世界に引き戻されていくような感覚がありました。捨て活をしてみて特に効果的だったことが2つあります。まず1つ目は、浪費のほとんどが見栄からだったと痛感できたことです。浪費をやめるには見栄を手放すのが手っ取り早いのですが、そのためにはまず自分の見栄と向き合う必要があります。誰だって見栄っ張りな自分なんて恥ずかしくて恥ずかしくて、だからこそ捨て活を反省の場と捉えるのではなく、自分へのカウンセリングの場と捉えてみるのも一つだと思います。こんなに高価なものを買えるまでよく頑張ってきた。よくやってるよと自分に声をかけてみてください。見栄は否定するのではなくて、優しい言葉で包んでそっと手放していくものなのかもしれません。もう一つ捨て活が効果的だったことは、物の処分がめんどくさいことを体験できたことです。リサイクルショップに出すにしても、汚れを拭き取って細部の確認をして、ゴミに出すにしても自治体の処分方法を調べて回収日まで保管して、でも今となってはこのめんどくささが物を増やすデメリットとしてお買い物のブレーキになっています。散財をやめるまでにやったこと2つ目は資産の確認です。ちなみに我が家は夫婦2人暮らしで財布は別々なので、私名義の資産の確認をしました。実はお金があるとはさらさら思っていなかったのですが、こんなにないとも思っていなかったのです。私の甘い見積もりとは違って、数字は正直です。資産の確認をしたことで自分の現在地を客観視することができました。そしてもう一つ、資産簿をつけたことで発見がありました。それは、使えば減る、使わなければ残る。これが理解できたことです。
おそらく40代にして YouTube でこんなに当たり前のことを堂々と言っているのは私くらいだと思いますが、当たり前のことにようやく気づくことができました。資産簿は家計簿とは違って、収入や支出、予算などの記録ではないのですが、毎月1回定点観測のような意味合いで記録を続けています。散財をやめるまでにやったこと、3つ目は環境の整備です。捨て活をして資産の確認をして、それでも次から次へと浪費が止まらないのが浪費家なんだと思うのです。これは精神力で勝負しても太刀打ちできるものではありません。だからこそ、そもそもお買い物したくならないような環境づくりをしておくのも大切だと思います。環境づくりで具体的にしたことは、まずお買い物したくなるようなアプリの削除、そしてお買い物したくなるようなメルマガの解除、そしてついで買いという名の浪費が多かったスーパーに行く回数を減らすためにネットスーパーを利用。もう一つ、ドラッグストアにも行き過ぎないように日用品はまとめ買い。これは洗剤や掃除グッズの新作に飛びつかなくなる効果もありました。行くからついでに買いたくなるし、知っているからこそ欲しくなるものだと思います。行かなきゃ我慢の必要もありません。知らなきゃそもそも欲しくなりようがありません。精神力で対抗する前に、頑張らなくても大丈夫な環境づくりをしてみるのも一つの手だと思います。散財をやめるまでにやったこと、4つ目は節約しなきゃをやめました。嘘みたいな話ですが、浪費家時代の私は365日節約中でした。節約へのプレッシャーだけでもうヘトヘト。そんな時に出てくるのがご褒美という名の浪費です。どうしても節約しなきゃという気持ちが浪費へつながってしまう私なので、いかに使わないかではなくて、何にお金を使うのかという方向からお金と向き合うことにしてみました。買っちゃいけないと言われると買いたくなるのが人間なら、買ってもいいと言われると買う気がなくなるのも人間です。買わないという我慢がどうしても苦手なら、何を買うべきかという戦略を練る方向へ、浪費と向き合う方向を変えてみるのも良いかもしれません。ということで今回は元浪費家の私がミニマリストになって浪費をやめるまでにやったことを4つご紹介しました。
浪費家時代の私は、貯金なんてやろうと思えばいつでもできるととんでもなく甘い考えをしていました。でもこればっかりは今すぐやるのが正解です。散財をやめるコツは0点か100点かではなくて、まずは50点を目指すことだと思います。100点は50点が取れる人が次に目指すところだと思います。浪費をやめる、節約したいと思った時に、完璧にやることだけを目指してすぐに挫折してしまいがちですが、つまずきながらも一歩進むことだけに集中するのが大切だと思っています。それでは皆さん、最後までご覧いただいてありがとうございました。